じゃあ今度ははい。私が、あなたに質問をします、はい。匿名希望様、はい。震災が起こった後どうしましたか？職場にいて、で、私ものすごい大声で叫んでたと思うんですよ。キャーとかワーとか、ちゃんと頭机の下に入れろとか、ワー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 、多分人もみんな騒いでたんですけど、私特に声も大きいし、ちょっと大げさなところがあるので騒いでたと思うんですけど、確かその後にワンセグでテレビを見た、仙台空港とかが津波で飲まれるところとか途中まで中継で見た記憶があるんですね。でもその前に、そう直前まだね電話がつながってて、私その日友達と焼き鳥を食べに行く予定だったんですね。金曜日だから、ね、金曜日だったから、でって思って、なんかメールとかよりも電話しちゃえと思って、その子の携帯に直前はまだ通じたんで電話したんですよ。でその子塩釜にその当時住んでて、で大丈夫とかって普通にまだ電話も普通につながって話をした時に、冷蔵庫が飛んだよとかって話をされて、何飛んだって何、でも飛ぶか、震度5以上は行ってるもんなと思っていて、じゃあ今日は焼き鳥は中止だねなんて言ってたら、焼き鳥どころじゃないよっていうとんでもないことが後で分かって、でその後にみんなでワーワーどうやって帰るとかいろいろ騒いでたさなかに、津波のその映像を見て、あちゃーって思って、でその後自分の家の方向の人とその当時他の課にいたことを話して、で会社の人に途中まで車で送ってもらって、家に帰ったね。そっか、私は歩いて帰ったんだった。でも家着いたのがねだいたい8時ちょい過ぎだったけど、それでも早い方だったみたいですね。そうね、普段だったら1時間以内に着く電車で何時間もかけて家に帰らなきゃいけなかったんだね。ずっと歩いてる人もいたしね、5時間も6時間も、なんか夜中中歩いてる人もいたみたいだしね。そうだね、遠方まで歩いてね。じゃあ次の質問、震災当時何を食べましたか？家に帰って車の中でね、確かねオールレーズンかなんかを食べたね。お菓子ですね。お菓子、とね、あとなんかお菓子は食べたと思います。ご飯系は食べてないし、飲み物も飲んでないけど、なんか近所の人からねドリンク剤みたいなのもらってね、それを飲んだ。ドリンク剤？ユンケルとかじゃないと思うんだけど、そういう類のものを飲みましたね。なるほど。はい。あれ、そういえばどれぐらいの時期に仕事再開しましたか？これなしでよし。さっき忘れてたね。ごめん。私はね、電車通勤なんです、JR で。で、動かなくて1週間後にやっと出れました。匿名さんは？匿名さんは、最初の質問側の私は、月曜日から自転車で通いました。私は市内だったので、チャリがなかったら死んでましたね。そうだね。そして出てきた時3人しか女子がいないという恐ろしい状態でした。すいませんね。いや、すいませんね。出てこれないのが。そうだよ。しゃあね。そうだよ。で、大変だったことはございますか？とにかく水が私大事だなって思って、電気もガスも全部必要ではあるんだけれども、まず飲み物、水飲めないとか、手洗えない、顔洗えない、お風呂なんてもちろんもっともっと後のことなんですけど、水がないとこんなに何もできないんだっていうので、私の中では水が一番ないことが大変で。電気じゃないんだ。水清潔じゃないじゃん。だって、だってトイレだって流せないしさ、お皿だって洗えないしさ、電気ももちろん必要なんだけど、なんとか日中の明るいうちに用事済ませればいいかなみたいな、原始人みたいな生活だから。もう本当に朝起きてねねえ、
だから水必要よねっていうのが水か一番私は思ったの。私は電気だったけど電気もなんだけど、うん水でしょ。だって汚いじゃん。そうね洗えないんだもんね。洗えないもんな物がね、そうね手とかね、何にも。私水大事だなと思ってせっせと給水車でお世話になりました。私は某公園に水を汲みに行きましたね。2 2リットルのペットボトルを何本も持って水も大事ね。そうよ、水だよ。じゃあ次の質問ね、震災前と変わったことはありますか？はい、精神的な部分もあるんですけれども、私体が前震度3ぐらいでも寝てて起きなかったんですよ。この大震災の前ってバカかって言われるんですけどほんと震度2とか3とか揺れてもね爆睡してたぐらいね、鈍感というかある意味眠りが深かったんですけど、あれ以来しばらくね震度1ぐらいでもなんかこうベッドに寝てるんですけどね普段、なんかピクって感じて、あとなんか来る前とかもあれで眠りがめちゃくちゃ浅くなっちゃったのと、すごいねこう背中でこう揺れがわかる。あら敏感な体にすっごい敏感になりました。他にある？他はね、他はですね変わったこと、やっぱりね実際目には合ってないんだけど津波で今までよく地震あると何々港に10センチの津波が来ますとか、20センチの津波が来ますとか予報がこうニュースで流れてたじゃないですか。で何10センチ20センチなんて大丈夫だよなんて思って見てたりしてたのね。けどとんでもないんだなっていうのが分かって、それからはねなんかそういう自然の予報とかに敏感に反応してますね。今まではなんかそんなのも台風とかでもね、それるよなんてね超楽天家だったんですけど、見るね。なんかどっちに来るのかなとか、すごいある意味ネガティブに捉えるっていうかこっちに来るかもしれないそうかもしれないって今までは大丈夫大丈夫って何の根拠もなく楽天家だから思ってたんだけど、なんかこっちに来るかもしれないとか最悪のことをね考えて、それでお風呂にねそれこそ入れなかったこととかもがトラウマになってウェットシートっていうんですか、体拭くやつとかメイク落としとか、結構ね控えはねいつでもあります家に。なくなるとなるべく切らさないようにドラッグストアで買いだめてますね。そうね、そういうのなくさないように。そうなんかね保存食とかね、そういうのもちょっと買いだめたり、水とかも飲み水とかも買いだめてるし、そうだったし、あの時女性ならではの2日目だったんだよね、私だから最悪だったから、でも何でもさやっぱりね準備はしとくべきです。そう余計にね、持ってた方がいいですよね。いつでもとは言わないけども、なんかの役に立つから。いろいろ使うものはね、赤ちゃんがいてっていう人もいるだろうから。じゃあ次の質問、忘れたくないことはありますか？忘れたくないこと、忘れたくないことはそうね、皆さんに結局全国の皆さんに助けられてここまで復興したと思いますから、感謝の気持ちを忘れないようにしたいですよね。おお、素晴らしい。そんなところかな。他にある？忘れたくないこと、あとだんだん記憶って風化しちゃうんですけど、今さっき言ったみたいに水がなくて困ったこととかを違う地方の人とかに会った時に結構私口酸っぱくなるほど言ってるんだけど、あんまり通じないんだよね。すんごいスーパーとかに物がなくなったっていうのが想像できないらしいんだよね。それ経験しないと分かんない。コンビニ東京とかはさまださ悲惨だったけど、結構西日本側にいる人が言ってもなんか響かないんだよね。そう響かないし何もしてんわみたいな。そしてだからこの間ね地震とか台風とかあった時結局悲惨な目に遭ってるじゃない。
そうそうそう。だから言ってんじゃん、大変になるよって、水とか準備しといて方がいいよって言ってんのに、なんか響かなくて、結局同じことを繰り返してるような気がするし、学ばない。そうでももう少し防災のことを国民ね、こんなに震災多いんだから国民全員もうちょっと真面目に考えた方がいいんじゃないっては思いますよ。そうだね、言ってんじゃんだからっていうね、全然なんか言っても大げさに言ってもなかなかね、そうだねって言って絶対次の日買いに行ってないよなっていう、なるほど。そんなところ、じゃあ分かり合えないと感じることはありますか？今の話にも出ちゃったんだけど、大震大災、そうそう、水とかね、体拭きとかいろいろ用意しとけよっていうのを分かってもらえないのと、あと分かり合えないっていうか、何年前だったかな、3.11 の日に東京にいたんですよ、私たまたま。別なね、うんうん、当時じゃなくてね、当時じゃなくてね、何年か前ね、震災起きた後ね、でまあそういう時ってなんか黙祷とかするのかなって思ったんだけど、街の中で、誰もしてないんだよねっていう、まあ、場所にもよるんでしょうけどね、公園とかね、でも最初の確か1年目か2年目とかはなんか街の中でもね、一瞬こう皆さん止まってね、歩行中の人も黙祷してるようなのをニュースかなんかで見たような記憶があるんだけど、なんか誰も何も考えてないんだよなって思っちゃったり、あとこれだけ原発の事故とかあって大変な目に遭ってるのに、なんか電気バキバキ使ってさ、でもねえ、東京の電力って東北のこっちでだったんじゃないとか、そうだよ、そうあんまりね、そういうことを東京の人に言ってもね、なんかこうモヤモヤってこうあんまり語りたくないのかなんかスルーされてしまうところがあって、分かり合えないね。そうそう、すごい分かり合えないなって思って、もう少しね、この時だけじゃなくて電気とかね、もうちょっと大切に使いましょうよ、都会の人たち、まあ私らもだけどさ、って思ったりするしね、分かり合えないなって感じるからさ、そこは。そういう考え方もありか。じゃあ分かり合うためには何ができるかなっていうところが、私はね、諦めないでね、やっぱり言うべきことは言ってくべきだと思います。どんなに分かってもらえなくても、こんな大変なことがあったんだよとか、あるんだよとか、あと自分も言うし、身近な人には、あとマスコミも3.11 の前後だけじゃなくてね、もうちょっと恒常的に、今宮城県の沿岸部はこうなってますよとか、福島はこうなってますよとか、岩手はこうなってますよっていうことを、もしかしたら東北にいるから東北でばっかりそういう、東北の中ではやってるけど、全国的に見るとどうなんだろうっていうところが正直あって、あんまりなんかもうスルーされてるような気がするから。宮城県はやってるね、ここら辺はやってるでしょ。東北はやってると思う。やってるけど、なんか他はね、あんまりしてないんじゃないって思うから、もう少しね、こういう時ばっかりパフォーマンスじゃなくて、ところどころでこうなってますよっていうことをさ、言い続けてほしいんだよな。ね、この間だってニュースでまだ何人まだ仮設に住んでんですかっていうところとかの状態なのに、みんな忘れてるよね悲しいけど。